ピノノです。どうぞよろしくお願いいたします。現在私はマレーシアのカラン国際空港にいるわけなんだけれども、これからマレーシアからカンボジアまでですね、飛行機で飛んでいきます。今回の動画はカンボジアまでの動画をお届けしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。動画の本編の前に簡単にカンボジアを説明します。カンボジアはタイ、ラオス、ベトナムに囲まれた内陸国で、首都はプノンペン。国の中央をメコン川が流れていて、豊かな自然と歴史が魅力の国です。人口は約1700万人、若い世代が多く、平均年齢は20代ととても若いのが特徴です。朝早くから来ちゃったから、いろんなお店はね閉まっちゃってますね。でもカフェとかはやってる感じがあるんだけれども、目の前にさ、すごい興味深いのがあって、ゲーセンみたいなのがあるんですよ。ちゃんとそういうのもあるんだねマレーシアのゲーセンって非常に気になる。マリオカート的なものはあるんだろうか。太鼓の達人とかあるんだけど、待って待って待って、本当にうわ、やりたかったな。日本語で太鼓の達人って書いてる嘘でしょ。マジでこれ曲とかも日本語なのかな。面白すぎる。待って、マリオカートある。本当にマリオカートあるんだけど、待って。本当にあった。もうちょっと遅い時間とかに来ればやれたのかもしれないな。このレベル3っていうところに行って搭乗手続きをする感じだね。なんか思ったよりも大きいかもしれない。しかもすっごいなんか派手だね。色合いとかも。動画だからあんま伝わってないかもしれないけれども、人がめちゃくちゃ多い。そしてめっちゃエアコン効いてて気持ちいい。最高すぎる。マックで頼んじゃいました。合計で14マレーシアリンキットですね。食べちゃったんだけどさ、お腹空きすぎて。このハッシュドポテトとアイスコーヒーと朝マックのマフィンみたいなやつ。でもね、超絶焦げてるんですよ。朝マフィン。ここら辺がさ、もう焦げの味しますね。今の時刻が6時で、9時45分に搭乗開始なんですね。あと3時間あるのか。ベンチで寝てようかな。寝てました。全然飛行機の中でも寝れますね。あと30分ぐらいで搭乗開始なんで、2時間ぐらい乗ってるのかな。多分絶対寝てる2時間も。さあ着きました。カンボジアに。めちゃめちゃ暑いですね。なんかマレーシアと違った暑さがあるっていうのと、空港降りた瞬間タクシーの勧誘がめちゃめちゃ多かった。でこれから私はですね、グラブっていう配送サービスを使ってホテルの近くまで行きたいなと思います。グラブの専用のなんかね、チェックインのところがあって、そこでトゥクトゥクを呼びました。このトゥクトゥクで行きます。念願初トゥクトゥクです。このトゥクトゥクは主にタイに普及されている三輪のタクシーです。実は日本がルーツで、1934年にダイハツミゼットが日本から持ち込まれ改造され、現在はタクシーとして普及されています。値段もリーズナブルで、タクシーよりも値段が安く済ませられることが特徴です。ちなみに今回空港からホテルまでの値段は約20分ほど走行して300円でした。結構さ、スピードもあってすごい気持ちいいかも。風が当たってね普通のさ、車の方が多分エアコンガンガン効いてると思うんだけど、こっちもこっちでいいなと思ってさ、体験したくて乗っちゃいました。ホテルの近くに着きました。嬉しいことにさ、ホテルの近くがショッピングモールみたいになっててさ、いろんなお店があるんですよ。ここのなんか広場があるんで、ここに行ってみようかなと思うんだけど、なんかもうほとんどやってないわ。すごい。何もやってないよ。ほんと中華街的な感じですね。なんか結構さ、洋服屋さんとかもそうなんだけど、
髪切るところがめっちゃ多い。なんで？なんかどうやらカンボジアってアメリカドルとカンボジアのリエールってやつ、その2つが通貨で使われてるらしいんだよ。主にアメリカドルの方が使われてるらしいから、あれ？これあれじゃない？ストリートファイターのキャラクターじゃない？結構さ、歩いてるとトゥクトゥクの勧誘とかめっちゃされる。ちょっとモテた気分になるけどさ、全然モテてないんだけどね。こうやって大抵こうやって座ってる方は爆音でなんかね YouTube みたいなの見てるんだよね。スターバックスあった。スターバックスで食べる。結局スタバにしてしまいました。このぐらいがちょうどいいんですよ。ハムチーズクロワッサン美味しそう。めっちゃ汗かいてる。もうね、近くがホテルなのでチェックインしちゃおうかな。ポケモン GO もちょっとしたいからさ、荷物が多いからどうしよう。全然ポケモン GO がねできなくてやばい。観光できたけどもって感じだね。やべえぜ。やらかしましたね。そう、東南アジアってさ、横断歩道がないんだよね。自力でここを渡るしかなくて渡れないような気もするんだけど。犬かわいい。着きました。すごい。さあ、ここはどこかと言いますと、プノンペンの王宮で1866年に作られ、実は名前の通り今もなおこの場所は王様が住んでいるんです。そんなプノンペン王宮、実は入れるんですよ。ここの王様はサービス精神豊富ですね。ちゃんと着る服とかも限られているのかな。さっきね、警備員の人に聞いたらリュックの検査されていいよって言われました。なんでこのまま行きます。すごい。でかー。てか屋根の上にさ、ちょっと分かりづらいんだけど、なんかてっぺんの煙突みたいなところに顔があるんですよ。どういう意味をしてるんだろうか。なんか入れない場所と入れる場所があるみたいなんですよね。今絶賛工事してるところもありますね。ここはまあ入れないんでしょうね。こっち側は入れないんだね。バリケードがありますね。あんな感じで。やっぱ観光地になってるからさ、たくさんほんといろんな方がいらっしゃいますね。そんな人が多いってわけじゃないからよかったけれども。うわー、これはいいですね。真ん中に立ってる人が王様か何なのかね。偉い人っぽいよね。下になんかどういう顔なんだこれ。奥までずっとこの壁画が並んでいて、調べてみたらこのプノンペンの王宮の宗教はテーラワーダ仏教らしくて、仏教らしいんだよね。そんな感じあんましないんだけれども、カンボジア独自のやつなのかな。すげえわ。めっちゃちっちゃい猫がいる。子猫。人慣れしてるね。この像はどうやらノロドム王らしいんですよ。このノロドム王が19世紀に在位したカンボジアの国王で、フランスとの保護条約を結んで近代のカンボジアの基礎を築いた人物と言われているみたいです。この大きい白い像みたいなやつはストゥーパって言われる王族のお墓みたいですね。なるほどと思って、王様だからこんなに大きいんだね、お墓も。すごい。王宮から移動しましてノロドムシアヌーク王像というところに来ました。この王様はカンボジア独立の父と言われている方みたいで、カンボジアのアイデンティティの形成に深く関わった国民的象徴の人物らしいです。王様の銅像の後ろに独立記念像があるんですね。なんかどうやらですね、こちらの奥の方にカップ港市場っていうのがあるらしい。ちょっと見てみたいんで行きましょうか。すごいかもしれない。フルーツ系が結構売ってますね。いくらで買えんだろう。バナナとかあるな。
ここすごいな。ああ、これすごいわ。あ、結構こうやって続いてるんだね、市場的に。へえ。あ、すごい。betul nih. Ya betul nih. Baik kawan. 踏み入れていい場所なんだろうか。恐ろしくなってきた。てっきりなんかご飯屋さんだけなのかなって思ったっけ。そうでもないのね。私が予約したホテルの近辺がほとんど中国語だらけっていうのを今更気づくという、めちゃめちゃ中国語が多すぎる。で、今回泊まるホテルはこちらです。2泊で7000円かな。安いんですよ。ここに泊まります。暑すぎてホテル周辺に戻ってきちゃいました。待って、ホテルがめちゃめちゃすごい。やばくないこれ。こんなところにいいんですかいいんですか。いや、すごいホテルだなこれ。うわー、うわー、すごい。至れり尽くせりじゃないですか。すごいよ。やば、もう疲れたから、いや、もうゆっくりこのふかふかのベッドで寝ますよ。今日はですね、マレーシアから無事プノンペンに着いて観光を少ししたんだけれども、思ったよりも場所が遠かったな。で、明日はね、プノンペン滞在2日目になりますので、2日目に関してもどっか観光していきたいななんて思っております。なんで次の動画もプノンペン編ということでございます。ということで今回はですね、こんな感じで終わりにしようかなと思います。よかったらチャンネル登録と高評価いただけるとチャンネル登録の励みに、動画投稿の励みになりますのでよろしくお願いいたします。じゃあ、ではここさ、暑いんだよね。暑くてエアコンはあった。エアコンあって、エアコンはあるんです。しかも2台もほら、2台あるんだけど、エアコンのリモコンが見当たらないのよね。どこなんだろうね。困ったな、エアコンが使えないと。